やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、最近は1ダイナミックドライバの新登場製品がどれもこれも驚くほど完成度が高い。特に、1万円周辺のイヤホンは動きが激しく、とても選択肢が多い状況だ。そんな風に多くのモデルが登場している中でも、胸を張っておすすめできるモデルが多数登場していて、全体的にレベルがかなり引き上げられた状態になっている。今回登場したキタン S は、そんな激戦区、1万円クラスの素晴らしい1ダイナミックドライバーイヤホンとして、初めて背伸びしたイヤホンを買うときに、手が出しやすく、そして、その完成度にうならされる1台だ。詳しく見ていこう。キタン S は、1台のドライバー。つまり、スピーカーを搭載した、一番一般的なイヤホンだ。100円均一とかで売られているものと、数字の上では同じだな。ただ、もちろん、この価格で発売されているだけあって、色々なこだわりがある。直接音を生み出す振動板は、最近採用機種の増えてきた、LCP 振動板、液晶ポリマーと呼ばれるタイプの振動板で、弾力、柔軟性、軽量さなんかがよく取り上げられるタイプの振動板だ。従来の樹脂振動板に近いんだけど、より高品質な新しい振動板、ぐらいのイメージでいいだろう。キタンシリーズは、従来、チタンコーティング振動板を採用してたんだけど、キタン S はその名前からチタン振動板かと思いきや、実は LCP 採用なんだな。本体は細やかな研磨痕があえて残された、ヘアラインと呼ばれる仕上げ、艶消しで落ち着いていて、価格以上の上質感を感じられる仕上げだ。全体が金属で仕上がっていて、外装の破損とかは心配しなくていい重厚感を感じる仕上げになっているぞ。それから、本体のデザインも目を引くもので、装着感に配慮しつつ武骨な印象を与えるものになっている。ケーブルの端子部分までデザインが及んでいるので、一見リケーブルできないように見えるかもしれないが、ケーブルは2ピン端子で脱着可能。ただし、めちゃくちゃ硬いので、おそらく破損時のリケーブルなんかを想定した仕上がりだ。ヘラかなんかで引っ掛けてやらないと、簡単には外れない。ケーブルの端子は奥まった位置にあり、埋め込みにピン端子のケーブルによるリケーブルが必要そうだな。付属ケーブルは銀メッキ線。写真なんかで見ると、ただの銅色に見えるんだけど、実はよく見ると、渋い銀と暗い銅色のツートンカラーで、ここら辺も質感を感じさせる部分になっている。1万円とは思えないハウジングデザインと、全体的な仕上がりを感じるキタン S なんだけど、実は、これだけじゃなく、ちょっとしたおしゃれな財布のように見えるレザー調ケースもついてくる。さらに、音色を調整できる、形状の異なるイヤーピースがそれぞれ3サイズの合計9ペア。包装こそ簡素なものの、上位機種のパッケージ内容と比べても遜色のない揃いっぷりだ。おまけに、さっきも言った通り、本体、ケーブルともに上等な外観も相まって、2万円クラスの同社製品を購入したんじゃないか、と錯覚するような仕上がりだな。しかもそれでいて、このイヤホン、DUNU 的にはエントリークラスらしい。音色、デザイン、その他は全くもってエントリー感がないんだけどな。ちなみに、ハウジングデザインはサイバーパンクをテーマにしているらしい。でも、質感の良さと落ち着いた配色のおかげで、どんな服にも組み合わせられそうなんだけどな。そんなわけで、このイヤホン、決して1万円には見えないんだけど、現在価格は1万1000円。この値段、海外での実勢価格と比較しても、そのまんま消費税が乗ったような非常に良心的な価格で代理店が扱っている状態で、ぜひ国内販路を利用して購入したい。内装についてももう一回軽く触れておこうか。キタン S の見どころは、振動板の素材、直径、強力なマグネット、さらに、この特徴的なハウジングも、デュアルチャンバーを採用してる点だ。振動板はリキッドクリスタルポリマー、略して LCP、日本語で液晶ポリマー、柔軟、薄い、軽い、耐久性、などがピックアップされる素材で、歪みのない自然な音色が出る、弾力のある低音が出る、なんてイメージがある。でも、キタン S の場合、高音域がかなりきらめいていて、チタンコーと振動板と勘違いするくらいに高音がちゃんとキラキラしてるところが魅力だ。また、二重構造のハウジングのおかげか、低音もよく沈み込む。初期ケーブルで聞いた感じ、国内のモデルよりも明らかに楽しさが強い、元気な1ダイナミックドライバー、という印象を受ける。良い振動板、強い磁石、低音をしっかり豊かにする二重構造、と、1万円以上の機種でしかできなさそうなことを、1万円ぽっきりで、しかも外装にもだいぶ豪華さを割り振った機種、つまり、1万円の予算があるなら、めちゃくちゃにおすすめな1台に仕上がっている。そこに代理店の良心的国内価格により、七面倒な海外通販を使わなくても欲しい時に手元にドーンと届く、という、手軽さもプラスだ。ぶっちゃけ、国内流通の1万円で買える1ダイナミックドライバー機の中でも、そう、冒頭に言った、ライバルが多すぎる地獄みたいな環境の中でも、トップクラスにおすすめできる1台となっているぞ。音色に入る前に、
装着感と音漏れについて、装着感は全く問題なし。サイバーパンクを感じる衣装は、装着感に影響を与えないようによく考えられて配置されていて、一見斬新に見えるデザインは、よくあるイヤホンの形状にうまく落とし込まれてるんだよな。僕は長時間使っても全く不満を感じなかった。背面ベントからは、不快なシャカシャカといった感じの音はほとんど出てこない。ハウジングにも重量があるので、音漏れはそれほど注意しなくて大丈夫だろう。ただ、多少はする。完全密閉ではない点に注意が必要だ。そんなわけで音色なんだけど、基本的な要点を全て押さえつつ、元気に仕上がった1ダイナミックドライバー。といった感じ。近いのは、同じく LCP を使った、ゲンハイファイ T3 プラス。あちらもすごくおすすめの1台なんだけど、チタン S は金属ハウジングによって、高音域がより高質に感じられ、若干のウォームから、クリア、ドライな高音域まで自在にこなせる印象がある。また、低音域に関してもより力強く、量感を感じられるものに仕上がっているぞ。つまり、高音域と低音域が、バランスを崩さない範囲でパワフルかつ主張してくる。ってことだ、と、これだけ言うとドンシャリなんだけど、別にこのイヤホン、中音域が弱いわけではないんだよな。また、パワフルな印象に感じるのはイヤーピースのせいもあるかも。先ほども言った通り、ベース、バランス、ボーカルの3種類のイヤーピースが付属していて、今回はベースタイプで聴いてる。もちろん、他の2つも使ってみたけど、あともうちょっと音がベースによれば、ボーカルによれば、という時の、もうちょっと、を追加出費なしで保管してくれる付属品で、ここが他のイヤホンと比べてとても配慮が行き届いてるな、と感じた。ただ、ベースのイヤピを使っても、ボーカルや中音域が交代することもないし、もちろん、ぼやけたりすることもない。全体的にバランスが取れつつも、高音域と低音域がしっかりがっつりなってくれる。僕は高音低音ががっつりなりつつ、より上下が幅広くなってくれるイヤホンが好みなので、チタン S は1ダイナミックドライバー機としてはほぼほぼ完璧な満額回答みたいなイヤホンだ。イヤーピース一つでより落ち着いた音にも、バランスを保ちつつ派手にもできる。このパッケージの中でも完結できるんだけど、さらにリケーブルによって変化を加えるのもいいだろう。付属ケーブルは正直十分に優秀なんだけど、より変なケーブルを組み合わせたりすると、全音域が素直に出てくれるチタン S はさらに自分好みに化けさせられる可能性がある。また、高音域、低音域にばかり言及したんだけど、LCP らしい、中音域の表情や温度を感じられるところもしっかりと顔を見せてくれる。ほぼオールジャンルに対応できるんじゃないかな。空間は自然、低音は十分な量感があるんだけど、ホールとかみたいに音に包み込まれる感じ、というより、開放感が強く、決まった位置で鳴ってる感じがする。適正な距離感があって、決まった位置から全ての楽器が聞こえてくる感じ。ここは好みだと思う。音が近すぎず、遠すぎず、開放感のある鳴り方で、まとわりつかない感じの音が好きな人におすすめだ。音色を分解してみようか。高音域は1ダイナミックドライバーらしく他の音調和を崩さない感じなんだけど、金属筐体のおかげか、きちんとキラキラと輝いてる感じもある。ただ、耳に刺さる感じは全くなく、刺さりが苦手な人も安心だ。鋭さはありつつ、他音域も含めて柔らかさとバランスが取れてる感じ。中音域、ボーカルは明瞭かつ違和感なく聴ける。高音域のきらめく明るい音色と同様、ここも若干さっぱりと聴ける感じ。音量を上げるのが苦にならず、適正な距離感で話してる感じがする。そして低音域、ベース、サブベースともにしっかりと量は出てるんだけど、距離感があって包まれてる感じじゃないので、全体の見通しの良さに近い感じ。また、付属イヤーピースによってより抑えることもできる。全体に、少し距離感のある空間が、音全体を俯瞰して聞くときにも、あるいは一部を抽出して聞きたいときにもよく仕事をすると思う。他のイヤホンのゴリゴリに寄ってくる、あるいは距離感があっても包み込むような音と違って、一歩引いたような感じがしたぞ。というわけで、個性を外観と空間表現に残しつつ、幅広い音色に対応できて、サブベースはしっかりそこまで鳴らせて、高音域がキラキラ主張することもできる。1万円で買うならどれのレースの中でも最初の方で名前が出てくる1台だ。現在、ムーンドロップアリアやゲンハイファイ T さん、さらに、アマゾンだけだけど、ミールやオリナなんかが平然と存在する激戦区でも安心しておすすめできる1台に仕上がってる。もちろん、お店で試聴して選ぶ時にも選択肢としてぜひ入れてほしいし、それからネットで見た目買いする時にも安心して買え、と背中を押すことができるな。類似の1万クラスと比べての優位としては、そのデザイン、高級感、付属品の豪華さ、特にイヤピで微妙にターゲットを変えられるのが親切だと思う。個人的には、キラキラした高音域とバランス感を保ったまま、低音も元気に出るようになる初期イヤピ赤軸がおすすめだぞ。
最近なんかやた星5つけてる気がするけど、絶対評価だから全員星5の時は大豊作ってことだよ。つまりおすすめだ。価格的にも音的にも外装的にもおまけ的にもな。おすすめだぞ。と、こんなところだな。現ハイファイ T5、T3 プラス、その他もろもろ、2021年から今年にかけて、なんかやたらおすすめイヤホンが増えた気がする。でもしょうがない。本当におすすめなんだから。といったところで今回はここまで。次回からはしばらくケーブルラッシュになりそう。